警察に追いかけられ全力疾走する女性。彼女がどのような結末を迎えるのか、あなたには想像できるでしょうか。2023年10月、アメリカテキサス州オースティン。勾留されていた殺人事件の容疑者がタイミングを見計らって警察の手から逃れました。警察から逃げているのは当時34歳のケイトリン・アームストロング。彼女はプロ自転車選手のアンナ・モライア・ウィルソンを殺害した容疑者。証拠は十分に揃っていたものの捜査は難航。というのもアームストロングはあの手この手で捜査の網をかいくぐり国外に逃亡していました。そのため逮捕までには長い期間を要したんです。そしてようやく逮捕されたアームストロングの姿に彼女の知人たちは驚きます。これがアームストロングなの？なんと彼女の顔は全くの別人となっていたんです。殺人を犯し国外まで逃亡したケイトリン・アームストロング。あらゆる手段で逃亡していた彼女を警察はどのように捕まえたのか。そして拘留からも逃げ出した彼女には悲惨な末路が待っていたんです。おさすけんちゃんです。というわけで、皆さん、僕ね、来月ね、タイからマレーシア、シンガポール行ってくるんですけど、タイからマレーシア、シンガポール、そこ繋がってんの？いや、まあ、繋がってないですけど、タイの後にシンガポール行って、マレーシア行くと繋がるんですけど、でね、ヤミゴさん、シンガポール、僕行ったことなくていろいろ調べてたんですけど、マーライオンってあるじゃないですか。あれなんかね、行ったらがっかりする場所ランキングにめっちゃ入ってるらしいんですよ。おー、じゃあもう行かないってことね。いや、行くよ。そういうものよね、旅行ってね。行くよ、俺。めっちゃちっちゃいんだって。ちっちゃいのと、正面から見れなくなっちゃった。前は正面から見えたんだけど、今横からしか見れない、かつめっちゃちっちゃいんだって。あれ行ったことあったっけ？シンガポール。確かに正面から見れないって結構前の話になるんじゃない？私5、6年前ぐらいに行ったけど、その時も正面から見れなかった。だからドローンで見ようか。あんたお縄になって帰ってくるわ。ドローン持ち込みの国とかもね、あるんでね。はい。まあちょっとそんな感じで、シンガポールのね、マーライオンとか、あとはね、シンガポールといえば、マリーナ・ベイ・サンズ。ね。あとは、謎の樹木のなんか、あるじゃん。でっかい木。植物園ね。そうそうそう。あとね、ナイトサファリですよ、ヤミオさん。そう、だからナイトサファリでね、もう腕、こう出して、もう、ライオンいるかわかんないけど、もうよだれダラダラでもう来てもらおうかなと思って。どうすか？楽しそうね。そう、お前全く思ってないの？いや、思ってるわよ。楽しそうって思ってない。ヤミゴさん、エジプトも忘れてないんでね。行きましょう、エジプト。行きましょう。じゃあエジプトのナイトサファリ楽しみにしてるわね。あんのかなあれ。わかんない。ないっしょ、多分。ない。ラクダしかいなそうやな。というわけでね、皆さんね、ちょっといろいろ映像撮ってくるんでね、お楽しみにしていただければと思います。本日ご紹介するのは、アメリカ・テキサス州で起こったプロ自転車選手殺害事件について。容疑者の女性は巧妙な手口で国外に逃亡していたんです。まあ、国外にまで逃げられちゃったら捕まえるのすごい大変そうじゃない？これ結末がね、気になりますよね。まずは事件が発覚した当日の様子から見ていきたいと思います。3発の銃弾。2022年5月11日、アメリカ・テキサス州オースティン911に1本の電話が。Tell me exactly what happened. My friend is staying with me, and I just walked in, and she's laying on the bathroom floor, and I don't know what happened. I can't tell what happened. 涙混じりの電話を聞き、警察がすぐに向かいます。しばらくして警察が駆けつけると、血まみれになって横たわる女性と懸命に心肺蘇生を試みる通報者の姿が。しかし、その時すでに女性の息はなく、冷たくなっていたんです。被害者の名前はアンナ・モライア・ウィルソン。当時25歳の自転車競技の選手です。新人ながらも大きなレースで勝利を重ね、将来を期待されていました。家の近くの茂みにウィルソンが愛用していたレーシングバイクが捨てられていたことから、当初強盗による犯行ではないかと予測されました。しかし遺体の状態を見ると、強盗による犯行にしては殺し方に違和感があるんです。というのも、遺体には馬乗り状態で銃を撃たれた形跡があったから。しかもその数、頭に2発と心臓に1発。そう、強い殺意を持っての犯行なのが明らかだったんです。確実に殺そうとしてたってわけね。本当にそうですよね、これ。明確なね、意思を持ってね、殺害していることが分かることから、警察は殺人事件として捜査を進めるんです。通報者であるウィルソンの友人はこのように話をしていました。何日か前から彼女は私の家に泊まっていたの。今日はコリンに会ってたみたいよ。名前が挙がったのはコリン・ストリックランド36歳。ウィルソンと交際関係にあった自転車選手の男性です。その後、警察が近くの防犯カメラを確認したところ、ストリックランドの運転する車からウィルソンが降りる様子が映っていました。そこで警察はストリックランドを尋問することに。コリン・ストリックランドはその日、ウィルソンと食事をしてプールへ泳ぎに行ったと証言しました。レストランのセキュリティ
ビデオにも2人で歩いている姿が確認されています。しかし尋問を受けるストリックランドは何を聞かれてもためらう様子はありませんでした。また彼はウィルソンが殺されてしまったことを深く悔やんでおり、とても嘘をついているようには見えなかったんです。もう捜査にも協力的だし、車で送ってる映像が残ってるんならさ、これも犯人から除外されるんじゃない？まあそうなんですよね。見たら分かる通りね、彼はね犯人ではなくね、純粋にウィルソンを家に送り届けただけだったんです。しかし尋問のためにスプリットランドの自宅を訪れた警察はそこであることに気がつくんです。警察はストリックランドの自宅近くの道で黒いジープを発見。それが事件の真相を暴く鍵に。というのもこのジープはストリックランドの車から降りるウィルソンの姿が確認されたあの監視カメラに映っていたから。ナンバープレートを調べたところ、ジープの持ち主はケイトリン・アームストロングという女性であることが判明。そこで警察はストリックランドに尋ねました。アームストロングさんをご存知ですか？するとストリックランドは困惑した表情でこう答えたんです。アームストロングは僕の彼女だ。事情聴取を進めると、ストリックランドとウィルソンが交際関係にあったのはアームストロングと別れていた期間。一度は破局していた関係を戻し、今は良い関係を築いていると話します。しかしアームストロングはウィルソンのことをよく思っていなかった様子。よりを戻してからも彼氏と仲良くしているウィルソンのことを目の敵にしていたといいます。そうして警察は新たな容疑者としてケイトリン・アームストロングを呼び出し尋問を始めます。尋問中アームストロングは冷静さを保っていました。しかし彼女の車がウィルソンのいた家の近くで目撃されていることを告げると様子が一変。初めはボディーランゲージを交えながらリラックスした状態で話をしていたのですが、しきりに帰りたい、ここから離れたいというように。尋問に対する不自然な反応と防犯カメラの証拠などを照らし合わせると、アームストロングが事件に関わっていることは明白でした。さらに事情聴取の2日後、警察は予期せぬ電話を受けます。それはアームストロングの友人からのものでした。その友人は警察にこう告げるんです。アームストロングはストリックランドとウィルソンの関係にとても腹を立てていました。ウィルソンを殺してやりたいとまで言っていたんです。こうして警察はアームストロングに対して正式な逮捕状を出す準備を始めました。いやこれもう証拠もたくさん揃ってきたしさ、アームストロングがもうこれ犯人でしょ。ちゃっちゃと逮捕しちゃいなさいよ。そうしたいところだったんですけど、なんとアームストロングはオースティンから姿を消してしまったんです。姿を消した容疑者。事情聴取から2日が経ち、逮捕状が出されます。そして警察がアームストロングの家を訪ねると、彼女の姿はどこにもありませんでした。警察ははじめ身内の元に逃げたのだろうと推測。そこでまずはニューヨーク州で暮らすアームストロングの姉に話を聞くことに。警察の質問に姉はこう答えました。あの子が突然訪ねてきて何日か一緒にいたわ。その後ニューアーク国際空港まで送ったの。確かオースティンに戻るための飛行機に乗るって言ってたわね。しかし事実は全く違います。実はその時姉の家からパスポートがなくなっていました。姉が警察にそのことを相談すると驚愕の事実が判明。相談を受けた警察は国土安全保障省に姉のパスポートの履歴を確認すると、姉のパスポートには空港からコスタリカへの片道便の履歴が残されていました。なんとアームストロングは姉のパスポートを盗んで国外へ逃亡していたんです。空港セキュリティ映像にもアームストロングの姿が。こうして国外に逃亡したケイトリン・アームストロングは指名手配を受け、同時にアメリカの連邦保安官が捜査に乗り出すんです。連邦保安官？何警察とはまた違うわけこれも。そうなんです。実はね、アメリカはね、日本とは違って捜査方法だったりとか、そもそもね、組織の作り方とか含めて、本当に相違点がいっぱいあるんですよ。というわけで、本日のメトラーキーワード、連邦保安官について。連邦保安官とはアメリカ合衆国の法執行機関のこと。通称 USMS とも呼ばれており、大統領に指名されて議員で承認が得られると4年間の任期の中で仕事をすることに。そんな連邦保安官たちがアメリカ本土外を含め94カ所の連邦地方裁判所に1名ずつ配置されているんです。警察と連邦保安官の大きな違いは管轄区域。警察は市を管理するのに対し、連邦保安官は軍を管理します。連邦保安官の方が管理する領域が広く、業務は犯罪被疑者の護送や連邦裁判所の法廷管理、警備など多岐にわたることが特徴。また治安維持にとどまらない仕事を行う連邦保安官は警察官よりも立場としては上とされています。じゃあそんな優秀な人たちが捜査乗り出しちゃったってんならもう捕まるのもすぐなんじゃないの？そうなんですよね。ただね、今回の犯人はそう簡単には捕まらないんです。国外逃亡したアームストロングの捜査は一体どのように進んだんでしょうか。
逃亡したアームストロングを追って連邦保安官たちはコスタリカに飛びます。現地で事情聴取をしていくと、何日か前にアームストロングと会ったというアメリカのビジネスマンに行き着きました。アームストロングの写真を見せると、彼はこう答えました。似ているようにも見えるけど、ちょっと違うかな。髪の色も名前も違うんだ。その時アームストロングは髪を短く切って茶色に染め、デスと名乗っていたと言います。そうなんです。アームストロングは偽名を使い、見た目を変えて潜伏していたんです。その後連邦保安官はアームストロングがコスタリカのサンタテレサという町に潜伏しているという情報をつかみます。すぐさま現地に赴いて聞き込みを始めるものの、またもや捜査は困難を極めることに。なぜならその町はアームストロング容疑者と似た顔の女性だらけだったから。サンタテレサで一人一人すれ違う女性を確認しようとするも似た顔が続きます。また現地の人たちにも事情聴取を続けますが、入ってくる情報は違う名前ばかり。捜査を始めてしばらく経っていることや、アームストロングが複数の偽名を使いこなしていることから、彼女を見つけることは至難の業でした。なんか優秀な保安官でももうお手上げですって感じじゃない。そうなんですよね。ただね、ここで保安官はアームストロングの好きなね、あるものを使った巧妙な捜査に乗り出すんです。捜査を始めてから1ヶ月ほど経った頃、チームの一人がアイデアを口にする。ヨガのインストラクターを募集するのはどうだ？実はアームストロングはヨガを愛していた。ヨガインストラクターの資格も有し、どこに行くにも常にヨガマットを持ち歩いているほど。そこで保安官は地元の Facebook ページでヨガインストラクター募集の広告を投稿することに。しかし広告を投稿してから1週間ほど経っても何の返答もなかった。そろそろ捜査も切り上げか。保安官たちが諦めかけたその時、一通のダイレクトメールが届く。それはヨガのインストラクターを名乗る人物からドン・ジョーンズというホステルで会いたいという連絡だった。これはチャンスだ。アームストロングかもしれない。すぐさま保安官たちは指定されたホステルを監視。そしてとうとうダイレクトメールを送ってきた本人と思われる女性と対面。保安官は怪しまれないように観光客のふりをして近づき、その女性の顔をよく見ようとした。しかし顔を見た時、保安官は動揺することに。本当にあなたはアームストロングなのか？どういうこと？アームストロングじゃなかったの？アームストロングだと思われるね、女性の鼻には包帯が巻かれていたんです。また唇も不自然に腫れていたため、すぐにアームストロングかどうか判断できませんでした。なんと彼女は捜査の目を逃れるために整形までしていたんです。しかし整形を行っていなかった目元を見ると、写真で見たアームストロング本人と一致。本人で間違いないだろう。そうして保安官が逮捕に乗り出しました。アームストロングと待ち合わせたホステルの部屋から美容整形手術の領収書も発見されているんです。皆さんもこちらの写真を見比べてみてください。左が整形前、右側が整形後の写真です。髪の色やメイクが違うだけではなく、鼻の形も変わっているのがお分かりでしょうか？パッと見だとほんと別人に見えるわね。だから捜査が難航してたわけね。本当にそうなんです。名前が違うだけならね、まだしも、整形までして顔も違ったんでね、本当に難しい捜査だったんですよね。捜査って言うのも難しい。いや、そんな難しくないです。2022年6月29日、サンタテレサのホステルでようやくアームストロングは逮捕され、アメリカに連れ戻されました。帰国後、アームストロングはアンナ・モライア・ウィルソン殺人の容疑で起訴され、刑務所に勾留されます。こうして43日間にわたった逃亡劇は終わりかと思いきや、そこは国外逃亡し整形までしていたアームストロング。彼女はおとなしく勾留されるような人間ではありませんでした。2023年10月、裁判が始まる予定の3週間前のこと。その日、アームストロングは警察官の付き添いのもと病院に向かいました。そして診療を終え、診察室から出てきた時、なんとアームストロングは全力で逃走。アームストロングの逃亡に気がついた警察は必死に追いかけました。警察を振り切ろうと全力で走るアームストロングの先には高い塀が。彼女は全力で飛びつき塀に手をかけます。しかし想定よりも高かったのでしょう。アームストロングは塀を乗り越えることができず、再び勾留されたんです。こうして彼女の逃亡劇は幕を下ろしました。1ヶ月後の2023年11月16日、全米が注目する裁判が始まります。アームストロングの犯行動機は三角関係のもつれかと思われました。しかしそこで彼女は驚きの事実を知ることに。それはウィルソンとストリックランドは付き合ってなかったということ。確かにウィルソンとストリックランドは一時期恋仲にあったものの、1週間ほどで関係を解消。その後は自転車選手同士で高め合う関係を築いていたといいます。しかしウィルソンとストリックランドが食事に行ったことを知ったアームストロングは、2人の関係が続いていると誤解し逆上。そして犯行当日、2人を車で追跡し、ストリックランドがウィルソンを降ろした後にアパートへ侵入。そこでウィルソンに3発の銃弾を撃ち込み殺害したんです。陪審員はアームストロングを第1級殺人で
して有罪に。翌日彼女には90年の禁錮刑が宣告されました。国外に逃亡し整形をしても優秀な保安官たちの目はごまかせずに結局は捕まったアームストロング。おとなしく自首していれば罪状はまた違った可能性もあるでしょう。あなたもアームストロングのように後ろめたいことをごまかそうとして余計に大ごとになった経験はありますか？